わしじゃ、君道魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画はポリメガのファームウェアがバージョン 1.131 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。今回は基本的なゲームの遊び方を紹介していくのじゃよ。インストールしたゲームはコレクションで一覧として見られるようになる。そして基本設定だとトップメニューにある最近追加したゲームというプレイリストにも表示される。この最近追加したゲームは非表示にすることもできるが、直近でインストールしたゲームがわかりやすいので、わしは結構重宝しているのじゃ。もちろんコレクションから検索してプレイすることも可能じゃ。プレイしたいゲームを選ぶと、ゲームの詳細画面が表示される。ここでゲームの紹介文やサムネイル画像などを見ることができる。プレイを選ぶとメニューが開くので、新しいゲームを開始でゲームスタートじゃ。複数 CD のタイトルの場合は、ゲームタイトルを選んだ時点で、さらにどのディスクを起動するかを選ぶことができる。いきなり2枚目から起動ということも可能じゃ。基本的には紹介文は共通じゃが、おまけディスクのような本編とは別扱いになっている場合は、別記載になっていることもある。データベースの登録次第じゃな。また、プレイ開始メニューからは、PC エンジン CD-ROM のタイトルのみ、BIOS を選択することができる。もちろん、あらかじめ、ポリメガのメモリー内に BIOS が保存されている必要がある。ただ、PC エンジン CD-ROM だけは、EM04 モジュールでシステムカードをインストールすると、対応した BIOS が保存され、データベースにも登録されるなど、優遇されているのじゃ。スーパー CD-ROM のタイトルをあえて CD-ROM の BIOS で起動してエラー画面を見たい場合などにわしは使っている。あとは両対応のゲームで時代を楽しむとか、まあどちらにしてもこれはちょっとマニアックな遊び方じゃな。ゲームがスタートした後はポリメガのホームボタンを押すとプレイメニューが開く。ホームボタンのない外部コントローラーなどの場合は、スタートボタン足す上ボタンがメニューボタンとなるので、覚えておくと良い。今回はこのプレイメニューでできることを詳しく説明するのじゃ。セーブステートを選ぶと、ステートセーブができる。新規に作成するか、既存のデータがあればいずれかのデータに上書きすることも可能じゃ。作成できるセーブの数には制限はなさそうじゃが、数が多くなるとステートセーブのメニュー動作が重くなる。あとは今のところ、ステートセーブのデータは内蔵ストレージにしか保存できないので、保存しすぎて本体アップデート時に容量不足にならないように気をつける必要がある。新規作成した場合は、最新のデータが左に追加される。上書きした場合も、上書きされた最新のデータが一番左に表示されるように、バージョン 1.130 より変更された。ステートをロードを選ぶと、セーブデータが表示されるので、十字ボタンの左右で選んで確定すると、データをロードする。セーブ&ロードの操作を確定すると、画面の右上に、セーブ完了、ロード完了の表示がされる。個人的にはこの表示は邪魔なので、表示の有無を選べると嬉しいのじゃ。あとは、セーブ&ロード、どちらも、X ボタンで任意のデータを削除することができる。X ボタンを押した場合は、削除しますかの確認画面も出るので、間違って押してしまった時も安心じゃ。難点としては、
セーブデータに日付や時刻などが表示されないので、データがわかりにくいことじゃな。コントローラを選んだ場合、表示されるサブメニューは、基本的には、ターボ、アナログ、ランブル、管理の4つじゃ。このうち、ターボは連射機能じゃ。ゲーム単位で任意のボタンに連射機能を設定できる。ターボを選択すると、ターボファイヤへマップするには好きなボタンを押します、と表示されるが、これは連射を設定したいボタンを選んでください、と思えばよい。任意のボタンを選ぶとこのように連射機能が設定される。同じ操作を繰り返せば、すべてのボタンに連射を設定することも可能じゃ。連射機能がすでに設定済みの場合は、ターボを消去を押すと設定を一旦すべて消去できるようになっている。アナログはアナログ操作、ランブルは振動のオンオフ設定じゃ。ただ、これは対応しているゲーム機でないと表示されず、プレイオフ表示となる。アナログはサターンやプレステ、ランブルはプレステのみに表示される機能じゃな。64については、アナログは標準機能だし、振動は別メニューで管理するので、両方ともここでは表示されない。管理は、コントローラーの切り替えなどをしたい場合に使う機能じゃ。選択すると、一旦コントローラーの接続がリセットされるので、外部コントローラーや2つ目のコントローラーなどを認識させたいときに使うのじゃ。画面キャプチャは、その名の通り、メニュー画面を開いた時点のゲーム画面をキャプチャする機能じゃ。キャプチャした画像は、トップページのメディアにも表示され、任意のストレージに保存することで外部の PC などでも使用することができる。もちろん削除も可能じゃ。ただ、難点としては、画像サイズが 320×240 とかなり粗いのと、後述する仮想ディスプレイの効果が適用されていない素の画面なので、あまり画質が良くないということじゃな。ゲーム画面に様々なフィルタ効果をかけることができる機能じゃ。こちらについては別の動画で詳しく紹介するので、今回は割愛するのじゃ。設定もビデオと音声のサブメニューに分かれているが、システム全体の映像及び音声の設定メニューと同じものじゃ。そのため、今回の説明では割愛するのであしからずじゃ。これは通常のカートリッジのタイトルの場合は、ゲームの再起動ができるくらいじゃ。注意点としては、リセットではなく電源の入れ直しにあたるので、リセットとしての機能はポリメガにはないということじゃな。ただ、CD 系のゲームの場合は、ちょっと違っていろいろな機能がある。データベース上、複数枚組扱いになっている場合は、紐付けされた他のディスクへの入れ替えができるよう、ディスク2挿入、ディスク3挿入などが選べるようになる。もしゲーム中にディスク交換を指示された場合は、この機能で任意のディスクを選べば認識してくれる。これはファイナルファンタジー7で実施した例じゃ。この通り、ディスク1をプレイ中に、コンソールからディスク2挿入でディスク2を起動。その後、最初からスタートを選ぶとディスク1挿入を指示されるので、同様にコンソールからディスク1挿入を選ぶことで、問題なくディスク1をオープニングからプレイすることができている。ただ、問題としては、
あくまでポリメガのデータベース上で複数枚ディスクとして設定されていることが前提の機能ということじゃ。データベース登録のミスで3枚組なのに2枚組として登録されている場合は3枚目に切り替えることはできないのじゃよ。また、オーディオディスクを挿入するを選んだ場合、CD ドライブに挿入してある音楽 CD をゲームに認識させることができるのじゃ。この機能はバージョン 1.120 にて追加された機能で、これによりプレイステーションのビブリボンやモンスターファームなどのゲームがポリメガでも遊ぶことができるようになったのじゃ。もう一つ、コンソールで使用できる機能が倍速機能じゃ。CD の読み込み時間も含めてゲームスピードを2倍にすることができる機能で、バージョン 1.130 より実装された。ロールプレイングゲームとかシミュレーションゲームをプレイするときにはありがたい機能なのじゃ。ただし、セガサターンとニンテンドー64は非対応となっている。これらのゲーム機は、やはり処理の負荷がかかるからだと思われるのじゃ。使い方は2種類ある。一つは、プレイ中にセレクトボタンを長押しする方法じゃ。これは、押し続けている間は倍速になり、離すと通常のスピードになる。もう一つは、ゲームプレイ中のメニューからコンソールを選ぶと、新しく、ノーマル、ファストが切り替えられる機能が追加されている。ファストにすると倍速になる。短時間、部分的に倍速にするだけなら、セレクトボタンの長押し、レベル上げなど長時間にわたって倍速にするのなら、コンソールのファストと使い分けると良いのじゃ。また、任天堂64については、このコンソール独自の機能が多いので注意じゃ。任天堂64のゲームの場合は、この4つの機能を使うことができる。まず、1つ目の振動では、コントローラーのスロットに取り付けた任天堂64の振動パックを有効にするか無効にするかが選べる。コントローラーに振動パックを取り付けた状態で B ボタンを押すことで有効か、X ボタンを押すと無効化できる。プレイアウトしているときは無効化の状態じゃな。振動パックに対応していないゲームで有効にするとフリーズすることもあるので注意じゃ。なお、ポリメガ標準コントローラについている振動機能とは連携していないらしく、ここで有効にしても標準コントローラは振動しない。あくまで振動パックについての操作なのじゃ。2つ目はコントローラパックの取り付け、取り外しじゃ。ちょっと紛らわしいのじゃが、64のコントローラパックというのは、プレステのメモリーカードにあたるものじゃな。64のゲームは、カートリッジ本体のセーブデータとは別に、コントローラパックを使ってセーブデータを個別に持ち出すこともできたのじゃよ。もちろん、コントローラパックに対応しているゲームのみじゃ。ポリメガでは、データ上のバーチャルコントローラパックを作成することができ、実機のコントローラパックとデータのやり取りもできるのじゃ。ここで決定ボタンを押すと、システムメニューのコントローラパック管理メニューに移動する。すでに作成済みのバーチャルコントローラパックから任意のパックを選ぶこともできるし、新しくバーチャルコントローラパックを作ることもできる。選択したバーチャルコントローラパックがゲームに認識され、セーブデータを使ったり、セーブすることができるようになる。ただし、物理コントローラパックを直接使うことはできないので、
もし物理コントローラパックのデータを使いたい場合は、あらかじめ物理コントローラパックのデータをバーチャルコントローラパックにコピーしておく必要がある。これは注意しておきたいところじゃな。3つ目は 64GB パックの取り付け・取り外しじゃ。これも Nintendo 64の周辺機器である 64GB パックを使ってゲームボーイソフトのデータをインストールし、64の対応をしたゲームと連動させることができる機能をポリメガで再現したものじゃ。コントローラパックと同様にシステムメニューのゲーム機設定の N64 設定画面で事前に連携したいゲームボーイソフトのデータをインストールしておく必要がある。インストール済みであれば64GB を選ぶとインストールしたゲームボーイソフトの選択画面が表示されるので、選択して決定ボタンを押せばよい。ただ、64GB パックの取り付け・取り外しを行うと、必ずゲームの再起動がかかるので気をつけるのじゃ。これはもともと実機でゲームをする場合も同様だったので、致し方ないな。当然のことながら、この時にコントローラに 64GB パックを取り付けておく必要はないので安心するのじゃよ。64GB パックの機能については、事前にシステムメニューで連携したいゲームボーイのデータをインストールしておくことがポイントじゃ。最後の4つ目は、ハイレゾ・拡張パックの取り付け・取り外しじゃ。Nintendo 64にはメモリ拡張機能があり、このハイレゾパックがないと起動しないゲームや、ハイレゾパックを使用することでグラフィックが向上するゲームがある。ポリメガではこのハイレゾパック機能も仮想的に再現しており、実物がなくてもメニュー上でオンオフを切り替えることができる。つまり、ハイレゾパック対応ゲームは、オンの場合とオフの場合、両方のグラフィックが楽しめるということじゃな。オンオフを切り替えると、ゲームが再起動になるので注意じゃ。あと、ゲームにもよるが、オンにすると当然処理の負荷が増えるので、グラフィックは良くなるものの動作が重くなったり不安定になることが多いようじゃ。ちなみに、ハイレゾパック専用といったハイレゾパックがないと起動しないゲームは、自動で起動時にオンにしてくれるので安心じゃ。起動時のメニューとして、他にクラシックモードというのがあるのじゃ。このモードで起動すると、画面の右下にしばらくクラシックモードというのが表示される。このモードは通常のモードと何が違うかというと、ステートセーブ&ロード、連射機能、チートコード、パッチなどの機能が使えないモードじゃ。それ以外は特に何も変わらず普通にプレイができる。なんでこんな機能があるかというと、配信時などに自分は一切チート機能を使っていないということをアピールできるということらしい。動画の編集段階でどうとでもできてしまいそうな気もするが、そういうプレイスタイルや動画配信時のことも公式は考慮しているということじゃな。チートコードやパッチもあるが、この辺りについては話が長くなるので、別途個別の動画で説明するのじゃ。とりあえず今回はチートコードやパッチを使えるということだけ知っておいてもらえればよい。それでは今回のまとめじゃ。ゲームプレイ中はステートセーブ&ロードや連射機能、画面キャプチャなどが使える。仮想ディスプレイという画面フィルタ機能やチート機能、パッチの割り当てが可能。CD 系のゲームの場合は基本的にはディスクの入れ替えや任意のディスクからの起動が可能。モンスターファームやビブリボンのような音楽 CD への入れ替えも基本的には対応。複数枚組 CD の入れ替えは
データベースの紐付け設定次第なので対応していないタイトルもある。あとは BIOS を変えてしまうとステートセーブのデータは無効となるので CD-ROM など別の BIOS を使う場合は気をつけるのじゃ。倍速機能はセガサターンと任天堂64は非対応。任天堂64については振動パックや 64GB パック、ハイレゾパックなどに対応しているほか、セーブデータの管理方法も変わっている。リリース当初からもいろいろと問題があったが、少しずつアップデートで解消されつつあるので、今後のアップデートでさらなる改善がされることを楽しみにしているのじゃ。というわけで、今回はここまでじゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について聞いてみたいことや知りたいことがあればコメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では次回もよろしくな。